でもちょうどなんだ。それでは今から豆乳のアイスクリームを作ります。まず米粉入れます。豆乳少し入れます。火をつける前にだいたいこれで溶かしておきますね。米粉をね入れます。中火3ぐらいね、最初ね。また豆乳入れます。ちょっとヘラ変えるね。これ500、400だからあと200ね。残りの200もうちょっとしたら入れるね。これで600ね、全部入りました。これでかきますね。ヘラをいろいろ使い分けてしないと固まってくるからね。そしたら蜂蜜大さじ6入れます。今蜂蜜入れたからとろみが出てくるのでね、それまでよくこうやってかき回してるのね。焦げないようにね、鍋底がね。焦げやすい場所があるからね、かき回しててもなんかね、焦げてきちゃう鍋底がね。だから絶えずこうやってお鍋を回しながらねやった方が均等に火が焦げないで火が通る気がする。このぐらいとろみが出てきた。じゃあ火止めますね。で火を止めてから、バニラエッセンスたっぷり2分の1で、バニラエッセンスが入ると米粉の臭さがね消えるからね。入れても入れなくてもいいけど香りも立つしね、美味しいアイスクリームになると思うからたっぷり入れました。しばらくつけておいて粗熱を取ります。入れますね。ゼラチン5グラム。今からジュレ作りますね。5グラムのねゼラチンにお水大さじ2入れて置いときます。牛のだし入れます。150cc ね。大さじ1ね。小さじ1入りました。お鍋を入れて粗熱を取ります。粗熱が取れたのでね、バットに移します。2時間ぐらいね、2時間ぐらい入れると固まるんでね、ラップして冷蔵庫に入れます。今からハンバーグの準備をします。玉ねぎ水にします。手がちっちゃいからはみ出しちゃう。
玉ねぎ細かくみじんにした方が焼き上がりがね、綺麗ね。みじんにね、卵入れますよ。お塩入れますね。胡椒。そしてナツメグね。そしてお水を少し入れます。お肉が柔らかくなったらね、入れちゃう。これね。お肉にね。キュッキュッとこうやってね、指の間からお肉を入れるようにこうやってね、やってみたり、こうやってみたりしてね、お肉と玉ねぎと調味料がよく混ざるようにね、しばらくこうやってやるのね。本当はね、手袋した方がね、遠征できていいんでしょうけどね、この混ざった感じね、やっぱり手じゃないとね、手袋しちゃってよくわかんないけどね、私は今日も素手でやっちゃってます。でよく混ぜてくるとね、こうやってねっとりとしてくるのね。よくお肉がね、混じってきたらばね、ちょっと手つかなくなるのね、具材がね。よく空気入れてね。それでしばらく冷蔵庫に入れて今晩焼きます。それちょっと入れますね。アイスクリーム、冷凍庫入れて2時間経ったので、かき回しています。2時間でこんな状態にね、ここまで固まってきた。で、また数時間冷凍庫入れといて、そしてまた2回目かきますからね。かき回しますからね。よく固まってる。大きい容器に移します。結構たっぷり量ができて嬉しい。しばらく楽しめるね。またここでね、一緒にかき回して冷凍庫入れます。硬いところ取っちゃう。食べにくいからね。お肉今から焼いていきます。
フライパンに入れますね。ジュレが固まりました。今からトマトにかけていきます。こっちフォークでね、ほぐしていくの。トマトのジュレサラダ出来上がりました。じゃあ冷蔵庫入れておくね。肉が焼けるまでね。半分ひっくり返しますよ。綺麗な焼き色。ね。ふたしますね。もうちょっとね。もうそろそろお肉も上がる頃なんだけど、もうちょっと焼き色欲しい？じゃあ盛り付けるの？とろみできたからもうお肉にかけますよ。和風だね。うん。あ、さっぱりして美味しい。大根ね。うん。だから。いいね。大葉もね、香りがいいね。はい、デザート。いただきます。アイスクリーム。嬉しい。いいただきます。美味しい。バニラエッセンスよく効いてて美味しいわ。うまい。